はいどうも皆さんこんにちは。今回は氏政制度についてお話ししていきます。氏政制度というのは大和政権が採用していた統治システムです。どのようなシステムで統治が行われていたのかを知ることができれば、当時の国家運営がどのようなものだったのかということを知ることができます。現代とはシステムが大きく違うので感覚的に理解しにくいかもしれませんが、システム自体はそこまで難しくはありません。一緒に確認していきましょう。まず最初に大和政権とは何かということを振り返りましょう。いろいろと分かっていないことが多い大和政権ですが、中心地が現代の地名でいうところの奈良県だったこと、九州から関東にかけての広い範囲を支配していたことなどが分かっています。最初は各地の豪族が連合したものだったのですが、だんだんと大きみに各地の豪族が服属するようになっていきます。この大きみが後に天皇と呼ばれるようになっていくのです。さて、以上のことから大和政権には豪族の上に大きみが存在するようなピラミッド構造の身分秩序があったことがわかります。この豪族たちには家族のように血縁で結ばれた集団がいました。この集団のことを氏と言い、大きみがこの氏に対して姓を与えていったのです。これが氏政制度です。そんなことを言われてもよくわからないと思いますので、少し例え話をしていきましょう。氏というのはチーム名だと思ってください。血縁関係で結ばれた豪族たちのチームです。豪族といえば蘇我氏や物部氏が有名ですね。この氏というのは今の野球のチームみたいに地名をチーム名にしたチームと職業をチーム名にしたチームがいました。蘇我という場所に住んでいたから蘇我氏、物部という戦いに関する仕事をしていたから物部氏という感じです。このチームに大きみが姓という称号を与えます。尾身や村地といった姓は中央の豪族、今でいうところの日本代表チームに与えられ、君という姓は地方の有力豪族、今でいうところの県代表チームに与えられ、値という姓はそれ以外の豪族たちに与えられました。となると、尾身と村地の違いは何なのという話になると思います。これは先ほどお話しした地名をチーム名にしたチームは尾身、職業をチーム名にしたチームは村地を与えられたと覚えておけば大丈夫です。具体例を挙げると、地名に由来する氏を持つ蘇我氏は尾身、職業に由来する氏を持つ物部氏は村地を与えられたということです。これで氏政制度の骨組みは分かったかと思うので、もう少し詳しく見ていきましょう。時間が進むと尾身、村地の中でも力の差が出てきました。こうして最も有力な人物がその氏の代表者となり、大尾身、大村地と呼ばれるようになりました。つまり中央のピラミッド構造が少し変わりますね。大君がいて、大尾身と大村地がいて、尾身系の有力豪族や村地系の有力豪族がいるという構造になったのです。後の話にはなりますが、この大尾身と大村地が権力争いをしていくことになるのです。また、天皇に仕える人間集団を友や部と呼びます。人間集団なので構成員がいるのですが、部の構成員のことを部の民と言い、彼らをまとめる人物を友宮津子と言いました。部の代表的なものとしては、先ほどから出てきている軍事に携わっていた物部の他に、鉄器の生産を行う唐鹿主部、末木の生産を行う末造部、絹織物の生産を行う西堀部といったものがあり、彼らは大和政権によって組織された渡来系の技術者集団です。このような政治制度によって大和政権は運営されていったのでした。さて、いかがだったでしょうか。こうして支配を広げて制度を整えた大和政権ですが、それをよく思わない豪族もいました。ということで、次の動画では祝いの乱についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。